そして泉は旅に出る。第一湯、青梅石神温泉清流の宿奥多摩市。ゴーッと特急列車がホームに風を巻いて走り去っていく。すれ違いざまの一瞬で私の目は列車の行き先表示が特急あずさ松本行きであることを見て取った。振り仰いだ電光掲示板から松本行きあずさが消えて、虚しく高尾行きが繰り上がる。西国で降りる私にはおあつらえ向きの列車だ。ちょっと待って、それでいいの？泉ちゃん。誰かが私の心にそうささやく。よかねえよ。思わずあまり人様には聞かせられない言葉遣いでつぶやき返した。だよね、そうだよね。だったらほら、今旅に出ようよ、泉ちゃん。またささやき。まあ私なんだけど。っていうか、松本行きって何？私が仕事を終えて家路に着こうっていう時にあえて松本って。諏訪、立科、掛湯、別所、福寺。松本はそこを拠点に足を伸ばせば四方八方に温泉がある魅惑の大地なんだぞ。行きたい、むしろ住みたいだというのに、現実はまるで優しくない。通過の一瞬、どやって列車が行き先を見せつけて、はっと見上げた掲示板は物欲しそうに見てんじゃないよって松本という文字列をシュッと消す。シュッと。何なんでしょうこの仕打ち。私だって松本の大地に降り立ってここをキャンプ地とするって言いたいよ。松本ホームにいた何人かがぎょっとして私を見たが、恥じたら負けだ。毅然とする。毅然とプルプルする。もう無理だよ。我慢することないよ、泉ちゃん。そうだよね。何も今からさっきのあずさに乗せてくれって言うんじゃない。ほんの小さな旅でいい。今私の立っているこの場所から1時間。明日そのまま出勤できるところで、どこか。この時間の当日飛び込みじゃ止めてくれるだけで御の字。観光とかも今回はパスで、ほんの少し日常から外れるだけでいい。たった一ついい感じの温泉がそこにあれば。私の願いはそれだけ。でもお風呂上がりにキュッと気持ちのいい一杯があればちょっと上がるかもしれない。まあでもそれは自分で用意すればいい。大事なのはお湯の具合。私にとって旅はイコール温泉なのだから。1時間圏内温泉。できればこの疲れ切った肌に良さげな効能。スマホをペシペシする指が加速する。温泉情報が次々表示され、硫黄温泉を要するお宿の情報で指が止まった。都内で硫黄って珍しい？ありますよ。青梅市二俣尾ってどう行くの？青梅行きや青梅特快というのはよく見るけど、最寄りは石神前駅。立川で乗り換えて青梅駅のもうちょっと先か。行ったことないけど、それは素敵ってことだ。移動経路の確認を終えた時には電話していた。こんな時間になって止めてくれなんて非常識だけど、幸い部屋に空きがあって受け入れてもらえた。もちろん時間的に遅いので夕食は終わっている。食事は朝食のみお願いすることになった。立川で極めて適当に明日の着替えを仕入れた私は急ぎ
青梅駅列車に乗り込んだ。青梅線というのはどうやら青梅駅を境に運行本数の断絶があるみたいで、一刻も早く湯に浸かりたかった私は青梅駅で奥地への列車を待たずタクシーに乗り換えて予約したお宿を行き先に指定した。その車窓からまだ見ぬ湯へ思いを馳せる。運転手さんの話ではどうやらお宿は蛇行する多摩川にぐるっと三方を囲まれた場所にあるらしい。せせらぎの音を聞きながら過ごせるとか。お湯のことしか頭になかったのがちょっと申し訳ないくらいに雰囲気も良さそうだ。へそまん？何へそまんって。唐突に視界に飛び込んできた文字列に思わず反応する。うっかり声に出したらおまんじゅう屋さんだと教えてくれた。美味しいらしい。そんな雑談も挟みながらタクシーは線路沿いの道をそれ坂を下っていった。とっぷり日が暮れていて外観はちゃんと見えなかったけど、入り口の柔らかな明かりが温かく迎えてくれているようだった。青梅石神温泉清流の宿奥多摩寺到着。お世話になります。チェックインを済ませ化粧を落とし他のすべてをかなぐり捨てて1階の温泉浴場へ向かう。エレベーターもあるけどお湯への一歩一歩を大事にしたくて階段を選んだ。1秒でも早く入りたいくせに我ながら面倒な性分だ。でもこのお風呂へ向かう時間というのは気分が上がっていく感じがして大好きだ。そうして階段への曲がり角に一歩踏み込んだ時、猫ちゃん！視界に猫が現れて思わずグリンと顔を向けた。廊下のあちこちで写真が飾られているのは見ていたけど、この階段エリアは猫。一体何の罠なのか。お客様が温泉への流行る気持ちで階段を落っこちないように足を止めさせようとしている。いや違うな、これはこの猫ちゃん見て、かわいいでしょというあれだ。かわいい。堪能したっていうか全部見ちゃったじゃん。階段には3階から1階までずっと猫写真が飾られていて思わず全部見てしまった。1分で降りられるところをたっぷり5分はかけたんじゃなかろうか。感想ノートまで踊り場にあったからあれを開いていたら危なかった。まあ後で見よう。そんな調子で1階まで降りて廊下に出たら温泉浴場ののれんが見えた。あと少し温泉合体なんて変な歌も出てこようというもの。傍から見ればやばいお姉さんだろうけど、誰かに聞かれようがここまで来たら取り繕う必要もない。だってみんな温泉に浸かりに来ているのだから。大浴場の中に先客はいなかった。事実上の貸し切り？いやだからといって羽目は外さない。きっちり体を清めるのは温泉への礼儀。隅から隅まで丁寧に洗う。私にとってそれは再会沐浴だった。よし、
髪をまとめ直して、いざ。浴槽は中くらいのサイズ感。成分のせいもあるのか、相応に年季が入っているけど、清潔感があるから全く問題なし。むしろ湯を受け止め続けてくたびれた浴槽というのが私は大好き。大好うわ潰れたカエルのような声が出ていた。人間らしいとからしくないとか、そんなことは些細な問題で、現実社会という束縛だらけの日々からどれだけ自分を解放できたのかを、この声は私自身に分からせてくれている。これは湯の神からご利益をいただいた証なのだ。たとえ誰かに聞かれようとも気にすることはない。これいい厚めのお湯だけど、座り仕事で凝り固まった筋肉にはちょうどいい。疲れにダイレクトアタック。泉質はアルカリ性単純硫黄温泉。入る時にちらっと見た分析表では、源泉が奥多摩の鶴の湯温泉になっていた。そのキーワードでテレビで見たことがあるのを思い出した。鶴の湯は奥多摩湖畔にある温泉で、もともとは小河内村に源泉群があった。小河内村がダム化で沈んでできたのが小河内ダム、つまりは奥多摩湖だ。今の鶴の湯温泉はダム完成から30年以上経って湖底から源泉を汲み上げる形で復活した。果てしない物語だよね。30年もひっそり水底に湧き続けるってどんな気持ちなんだろう。それが今こうして私の体を包んで癒してくれている。これってすごいことじゃないの？人知れず湧き続けてくれたことも奇跡だし、鶴の湯をもう一度と考えてくれた人たちにも感謝だし、それに加えてもう一つ、人類は廃島という英知を生み出してしまった。奥多摩湖までとなると会社帰りにというわけにはいかなくなる。電車で来られるここにお宿を作ってくれたからこそ、今私はここにいられるのだ。私にとっての1時間圏内にお湯を運んでくれてどうもありがとうございます。かすかに卵の香りってサイトに書いてあったけど、わからん。まあそこまで鼻が利くわけじゃないし、使って気持ちよければいいや。この時点で私はあれこれ考えるのをやめた。今はただ受け止めるだけでいい。それが温泉の正しい楽しみ方なのだから。都合3度、私は奥多摩市の湯に身を委ねた。2度目、3度目の時には他の宿泊客と一緒になった。会社帰り、急に思い立ってやってきたこととか、明日の朝にはそのまま会社に行くことなんかを話して呆れられたり、ミニサウナにも入ってみたり。入浴後は結構長い時間、体がポカポカしていたように思う。3度目のこれで最後とゆったり使った後に、自販機でビールを買った。ちょっとだけ縦に長いやつを。
その場で一気に飲み干した。美味しいに決まっているのである。間違いない。私、生きてる。明日も生きる。そして明くる朝、目覚めて窓を開けると、流れ込むように川のせせらぎが部屋を満たした。そうだ、運転手さんが言っていたのはこれだ。着いた時にはもうお部屋が就寝モードにしつらえられていたから、窓を開けることもなかった。多分真っ暗で何も見えなかっただろうし。だけどちょっと窓を開けて網戸にしておいてもよかったかもしれない。そうすれば川のせせらぎを聞きながら過ごせただろう。もっと間近で聞いてみたい。そういえばチェックインの時に渡された案内図に散歩道というのがあった。身支度を整えても朝食までは少し余裕がある。ちょっと降りてみる？石庭を抜けて川べりの広場まで出てみた。さっき部屋で聞いたよりももっとはっきりと耳に届く。この音は諭口の音にも通ずるところがある。耳を傾けていると音にくすぐられているみたいで心地いい。清流の宿の面目躍如たるとてもいい癒しの音だ。来た道を戻って石庭をまた抜けた時に目に入ったものがあった。石臼じゃないよね。なんか文字がどこかで見たような、あれだ。関営通報みたいな感じで真ん中に四角い穴が開いてて4つの文字が配置されてる。だけどその4文字はそれだけでは読めなくて、はいはいはい、わかりました。武士クイズ的なあれね。答えは時計回りで我ただ樽を知るか。声に出して読んですっと腑に落ちた。今まさにそんな気分だったから。温泉というものは入るだけで終わるものではない。それを好みで改めて実感した。裸になって湯に浸かり、現実で抱え込んでしまったものを一旦好みから離す。現実に戻ればまたいろんなものが私にまとわりついてくるんだろうけど、今この時私は私に必要なものだけでできている。再構成と言ったら大げさかもしれないけど、この状態が私の必要十分なんだと思える。昨日ホームの上で感じたもう無理というあの感覚はもうない。これこそ温泉の効能と言ってもいいのではないか。来てよかった。おまけにというか、これめっちゃ重要だけど、仕事で溜め込んだストレスによって荒れの溶かしていた私の肌も見違えた。目覚めた私の肌は何これ誰これっていうくらいキメが整っていたのである。触り心地異次元、マジっすか神と湯の神に感謝し、私源泉は朝の中央線で自分の肌を撫で回す危ないお姉さんになった。
日常を離れゆったりと過ごす休日。都心より約1時間半の抜群のアクセスながら、奥多摩の美しい自然の景観と清流多摩川の眺望が旅人を非日常の空間に誘う宿、それが奥多摩寺です。熟練の料理人が真心込めて作り出すお料理は、季節を感じさせる優しい和食。効能豊かな温泉は川のせせらぎを BGM に心よりくつろげるひとときをご提供いたします。四季折々の表情を見せる自然豊かな当館は、時がゆっくり流れます。青梅石上温泉清流の宿奥多摩寺。皆様のお越しを心よりお待ちしております。